こんにちは、空手家工芸です。今回は知らないと絶対に損、これをやっていない人は組手の圧力がめちゃくちゃ弱くなる、たった一つの構え方の違いをご紹介したいと思います。今回の方法は正直すでに強い人には関係ないんですが、初級や中級者レベルの人、指導者の方は絶対に知っておいた方がいい知識だと思います。ちなみに今回の方法を知っておくと、例えばちょっと構えてみてと言って構えてもらった瞬間に、この人圧力に弱いなとか判断できちゃったりするので、知っておくだけでも参考になると思います。そして今回は最後にとんでもない重大発表があります。すでに僕の Twitter や Facebook でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて聞く方は絶対にびっくりする内容ですので、ぜひ最後の重大発表までご覧ください。このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はぜひチャンネル登録お願いします。今回お伝えするのは、格闘技をするなら知っておきたい無意識で働く筋肉と構え方の関係性です。これを理解すると、先ほどもお伝えしたように相手に構えてもらった瞬間に押しに弱い人が一瞬で判断できますので、そのために今回はこちらのご説明をしていきます。体の使い方を知るには必須の絶対に知っておきたい筋肉の知識2点。圧力に弱い人の構え方とその理由、圧力に強くなる構えとその理由です。まず一つ目、今回はこれを知っておかないとその後に僕の言っている意味がちんぷんかんぷんになってしまう絶対に知っておきたい筋肉の知識2点をご説明させていただきます。なるべく難しい言葉を避けますが、少しだけ専門用語も出てくるので、筋肉の勉強をしたことがない人はできればメモを取りながら聞いてください。ではまず1点目の知っておきたい筋肉の知識、それは筋肉は自らの力で縮むという働きを持っているが、自らの力で伸びることはできないということです。知っている人からすれば当たり前の知識なんですが、実は筋肉は一方向に縮む機能しか持っていません。そして2つ目の知っておきたい筋肉の知識が、今回最も大切となるキーワード、拮抗筋です。先ほども述べたように、筋肉には自らの力で伸びる機能がないため、一部の筋肉を除いては基本的に関節には拮抗筋といって、曲げる筋肉があれば伸ばす筋肉もセットになってついています。つまり肘関節でご説明すると、肘を曲げるときはこの上腕二頭筋という力こぶのこの筋肉が縮んで、こちら側に肘が曲がります。この時に拮抗筋となる肘を伸ばすために使われる三頭筋、こちら側の三頭筋に力が入っていては、こちらで縮めこちらも縮めだと肘が曲がってこないので、肘を曲げる際脳は上腕二頭筋に縮めという指令を送ると同時に、反対側の上腕三頭筋に力を抜いて緩めろという指令を送ります。そうすることでこの肘が曲がるという現象が起こります。ここまでご説明した筋肉は一方向に縮む機能しか持っていないと、拮抗筋が今回知っておいていただきたい筋肉の知識2点です。ちょっとややこしくなってしまった部分もあったかもしれませんが、ここまでご理解いただければ、これから先の理論は一瞬で理解できますのでご安心ください。申し訳ございませんが、もしここまでの知識に不安がある方は概要欄に目次をつけてありますので、もう一度筋肉の知識2点の部分を見直してみてください。では今から同情生の方に手伝ってもらって少しやってみたいと思います。ちょっとこっち向いてください。そしたらちょっと構えてください。ありがとうございます。ですね、今、この構えだと実はこれ弱い構えになってるんですが、これなぜか皆さん分かりますか？ちょっと一回これやってみますね。じゃあもう一回ちょっと、その状態で一回構えてください。この状態でちょっと押しますね。ありがとうございます。どうでしたか？ではここからは今回のテーマとなる筋肉の機能を理解すると分かる圧力に弱い人と強い人の構え方とその理由を説明していきたいと思います。まず圧力に弱い人の構え方の特徴、それは下から構えるです。実はこのように下から腕を持ち上げてくるように構えると、びっくりするほど圧力に弱くなります。なぜそうなるかというと、先ほどご説明したように肘を曲げるという動作を行う際には、上腕二頭筋に脳から縮めという指令を送られると同時に、拮抗筋である上腕三頭筋には緩めという指令が出されているからです。つまり下から上げてきた状態で腕をキープした時に、体の中で何が起こっているかというと、腕を引きつける筋肉に力を入れたまま、押すために必要なここの筋肉の力を緩めた状態でキープしてしまっているということになるんです。イメージとしてはこんな感じで、
この腕の間をこのゴムでこうつっているような状態なんですね。なので下から腕を曲げて構えてくる人はここを軽く引っ張った状態で落ちないように耐えている状態なんです。なのでここを軽く押してやると自らの力で引きつけて勝手にこう崩れてしまいます。はい、この状態でちょっと押しますね。ありがとうございます。特に腕を曲げて構えようとしたこの瞬間は最も弱いので、その瞬間を狙って攻撃すればわずかな力で相手を下げることが可能になります。ではここまで弱くなる構えをご説明しましたので、今度は3つ目となる圧力に強くなる構え方をお伝えします。強くなる構え方、それは構える時に一度腕を上に上げて構えるようにすることです。動作としてはこんな感じになります。多分これを見るとほとんどの人はそんなことを普段からやってるけどって思うものだと思います。ただできればこの動作の時に、特に初級者のうちは意識してやってほしいのが、この上腕三頭筋と広背筋という筋肉を意識的にここで使って構えるということです。広背筋はこの懸垂とかなので、この腕をこう引きつける時に使う筋肉で、上腕三頭筋は先ほども説明したように腕を伸ばす時の筋肉なんですが、構えの時にはこの筋肉は腕をこういう風にする時に同時にこことここでこう使われる筋肉なので、これ相手を押す時にも使う筋肉として作用してくれます。なのでこう構えると、先ほどと違い構えた時に体の中で起こっているのは、こちら側のこの筋肉に縮めという指令を送り、こちら側のこの筋肉に落ちない程度にキープしておけよという指令が送られた状態が作れます。すると先ほどと違いこれだけで押しに強い腕の状態が作れます。では今からちょっと指導した強い構えになってもらいます。ちょっともう一回今みたいに構えてもらっていいですか。よし、いいですか。よし、いいですかね。はい、この状態でちょっと押しますね。ありがとうございます。よし、いいですかね。はい、ありがとうございます。ちなみに構えるときにこちら側の筋肉が優位で、こちら側の筋肉を支えているだけという状態が作れれば、基本的にあとは腕には一切力を入れておく必要はありません。どういうことかというと、上から構えた場合はこちら側の筋肉に脳から指令が送られた状態で力をこう抜いているだけなので、完全にこうリセットしない限りは再度脳から指令を送った場合すぐに押し返すことが可能になります。逆を試してもらうと分かりますが、完全にこう力を抜いた状態でリセットして、ここからこちら側の筋肉でこう腕を上げて構えてきた時に押されると、とっさにこう押し返そうとしても押し返すのがかなり難しくなります。車ならこちら側の筋肉で腕を上げて構える人はギアをバックに入れた状態、こちらの筋肉で上から構える人はドライブに入った状態からの発進なので、ギアの切り替えがない分発進までのスピードが大きく変わってきます。ちなみに動作時間が速くなるのは 0.1 秒に満たないくらいだとは思いますが、このスピードの攻防の中で 0.1 秒は勝敗を決する差なので、それは大きな実力差になると思います。もし日頃のスパーリングの時に押しに弱い方で最初の構えを意識的に上から構えていない方はぜひ意識的にやってみてください。また指導者の方は押しに弱い選手がそうなっていないかを見てあげてみてください。そして最後に皆さんにとっておきのお知らせがあります。なんと前田さんからご紹介いただいたんですがと先日直接お電話をいただき、朝倉海選手とコラボさせていただきました。 YouTube では公開できない技術などを含め総合に流用できる技術や理論をたくさん提供させていただきました。次回僕のチャンネルでは朝倉選手にお伝えした技術とは別に皆さんにもお届けできるものを体験していただきましたので、そちらの模様をお届けします。ここを打つ時にこうなるとあれなんで、自分自体がステップの時にここが直線になるようにステップしてもらってやると、そうです。これ、どうですか、うちのこれやばいっすやばいっすね、これ一撃で倒せるなるほど、全然つかないですね。そうですね、これはやばいですね、威力がびっくりするぐらいありますね。これ顔に入ったら終わりますね。これ顔入ったら終わるところじゃないですか。鳥膝も一緒の原理でできるんですよ。
朝倉選手にお伝えした技術に関してもご興味がある方はぜひ朝倉選手の会チャンネルを登録して来週の投稿をお待ちください。今日は最後まで見ていただけた方にさらにおまけ映像です。今回お伝えした押しに強い構えの注意点を一つ追加でお見せします。知っていると応用範囲が広くいろんな技術に発展させることが可能になるプチ知識なのでぜひご覧ください。ではどうぞ。でもう一回今みたいにグッと構えてますか。この構え実は1点だけ気をつけておいていただきたいことがあります。これ実は今みたいに構えると前から押される力に対してはこのように、簡単に強くなるんですが、実は押しに強くなるということは同時に1個欠点があって、これ引きにものすごく弱くなりますなのでこういう構えをする際はこの距離になってこう引っ掛けられたら簡単に前に出てしまうよっていう、これだけは必ず気をつけておいてください。どうでしたか？実は今回の知識を応用すると相手の構えがどちら側筋力優位なのかだけでなく、相手の構えで優位に働いている筋力をこちら側かこちら側かを意図的に簡単に変えることも可能になるので、ぜひ皆さんも研究してみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者コーケスの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。